皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、中国が日本のみならず世界中から最低の評価を受けているということを感情論ではなく数値として皆さんにお届けします。世界では中国が非常に危険な国であるという認識は徐々に広がりつつあります。このことはもう随分前から分かりきったことですが、そのことが周知されるにはどうしても時間がかかります。なぜならば、世界においてまず多くの国民が気にすることは自分の国で何が起こっているかということであり、世界情勢がどうなっているかというのは関心としては二の次だからです。これは別に他の国々だからというわけではなく、日本においても同じことです。多くの人々にとって一番大事なのは自分の住んでいる国で何が起こっているかであり、自分の生活に何が起ころうとしているのかというのがまずは一番大事なのです。そういった意味で世界の国々から共通認識として最低な評価を受けるというのはただごとではありません。それでは世界中から中国がどのように見られているのかというニュースとともに、そのことから日本政府がどのような政策を打つべきかという解説をどうぞ。中国への国際的評価が急落、政府のコロナ対策に批判集中。過去数ヶ月間で中国に対する国際的な評価が著しく低下していることが分かった。アメリカ世論調査機関のピューリサーチセンターが6日明らかにした。調査対象となった国々の大半は、中国政府による新型コロナウイルスのパンデミックへの対応が不適切だったとの認識を示している。中国の習近平国家主席に対する信頼感も過去12ヶ月で激減。アメリカでは回答者の 77% 以上が習主席について、国際情勢で正しいことを行うとは思えないと述べた。ピューは6月から8月にかけて14カ国の成人 14,276 人を対象に電話で調査を実施。これらの国々にはアメリカ、カナダ、フランス、ドイツ、オーストラリア、日本、イギリスなどが含まれる。ピューの上席研究員で今回の報告の作成にも携わったローラ・シルバー氏は、主な結果として中国に対する否定的な見方が急激に高まっている。これは同国が新型コロナウイルスの感染に適切に対応しなかったという事実と結びついたものだと分析した。新型コロナの最初の感染例は昨年末、中国の武漢で報告された。以後同国は感染拡大初期の対応をめぐって批判を浴び続けている。西欧の政治家からは当初の感染拡大について柔軟性を欠いた中国の政治体制に原因があるとする指摘が相次いだ。ただ、それ以降中国は感染の封じ込めに成功しており、ここ数ヶ月はおおむね通常の生活へと戻っている。ピューが調査した14カ国ではいずれも中国に対する否定的な見方が大半を占めた。また、フランス、日本、イタリアを除くすべての国々で中国政府への評価は過去最低を記録した。14カ国全体では 61% が中国政府のパンデミック対策を不適切だったと回答した。一方で中国に対する感情は昨年のパンデミック発生以前からすでに悪化傾向にあった。香港における民主化要求運動に対する弾圧やイスラム教徒が多数派を形成する新疆ウイグル自治区での大規模な強制収容などが各国で報じられたことが背景にあるとみられる。少し記事の補足をします。国別では日本で中国を否定的に認識するという回答者の割合が 86% で世界で最も多かった。続いてスウェーデンが 85%、オーストラリアが 81%、韓国・デンマークが 75%、イギリスが 74%、アメリカ・カナダ・オランダが 73%、ベルギーが 71%、フランス 70%、スペイン 63%、イタリア 62% の順で14カ国の平均値は 61% だった。最後に中国に対する評価というものが年代を追ってどのように推移したか見ていきましょう。このグラフでは一番右が日本です。そして青い線というものが否定的だという評価です。2002年には評価する評価しないという声が半々だった状態だったわけですが、そこから中国に対する見方というものは年々厳しくなっています。
ただ他の国の状況を見ると、中国に対する評価というものがおおむね高い状態でこれまでは推移してきたか、もしくはその意見というのが両者拮抗していた国々も多いようです。しかし今回の新型コロナウイルスの件をもって中国に対する否定的な見方というものが全世界的に広がったということがわかります。動画の最初でも述べましたが、世界中の国々から最低の評価を受けるというのはなかなか難しいものです。なぜならば、ほとんどの場合、多くの国民は自分の国で何が起こっているかというのが一番の関心事であり、世界情勢について考えるというのはなかなか想像機会があるわけではありません。ましてや、多くの国々が共通認識として、この国は最低だなと思うには、どうしても世界的な大きなマイナスの出来事がなければ、こうはならないのです。そういった意味において中国が今回新型コロナウイルスで大きな失態をしたことは、世界的にも最低の評価を得るには当然のことだったでしょう。中国がまず第一に失敗したのは、この新型コロナウイルス問題が最初に発生した時に、その事実を隠し、それによって多くの被害が発生し、さらには世界中へと拡散し、もはやこの新型コロナウイルスが完全に撲滅するということはほぼ不可能になったからです。しかし、最初に感染爆発が発生した中国においては、その強権的な政治力をもってして、都市封鎖というものを欧米各国よりもはるかに強烈に行い、それによって以後の感染というものをある程度抑え込むことができています。一方で、新型コロナウイルスそれ自体は世界中へと拡散し、もはや新型コロナウイルスを撲滅することはほぼ不可能な状況です。そういった意味もあって世界中から中国に対する評価がきついというのは当然のことなのです。さて、そのことによって日本がどのようなことをすべきかといえば、こうした情勢というものを利用して対中国包囲網などについての前進を図るというのが一番考えられることです。そもそも今回のアンケートの特徴としているのは、ほとんどが民主的な国家です。ですから、ほとんどの国家において国民の感情として中国に最低の評価を下したということは、中国に対する当たりが厳しくなるような政策についてもおおむね支持されるということです。このような国民の声を受けて中国に対する厳しい政策に変わるというのは、ヨーロッパなどにおいてその顕著な例があります。私はこのチャンネルの中で、ドイツのメルケル首相は中国に何度となく訪問し、習近平国家主席との会談を重ね、ドイツと中国の蜜月関係を築いているという話をしました。それによってヨーロッパの中国に対する当たりというものは、どちらかというと中立的な立場という話も何度となくしました。しかし、新型コロナウイルスの問題が長引けば長引くほど国民感情というものは中国に対して厳しくなり、そういったこともあって、現在のドイツは少しずつ中国寄りの姿勢から中国に対して厳しい態度を取り始めています。メルケル首相自身が変わっているわけではないのですから、ドイツ国民の雰囲気が変わってきたということを受けて、ドイツ政府そのものも方針転換を図らざるを得ないような情勢になりつつあるということです。ヨーロッパでそのように情勢の変化が起きているのと同時に、アメリカ、アジアにおいても情勢の変化というものを受けて非常に動きやすい状況にはなりつつあります。先日、日本においてアメリカ、オーストラリア、インドとともに外相会談が行われました。これらの国々との会談というものはクアッド構想というものに基づいています。それはアジアにおける対中国包囲網の中核として、これらの国々が結束を固めていくということを確認するための会合でもあります。こうしたクアッド構想によって対中国包囲網を築いていくという考え方、それ自体もやはり国民からの支持というものが重要です。今回の世論調査でインドの名前は出てきはしませんでしたが、オーストラリアなどにおいてはこれまではむしろ中国に対する評価というものは基本的には高めで、今回ようやくそれが逆転して中国に対する否定的な意見というものが強まっています。そのような背景もあり、オーストラリア政府は今後10年間において軍事費を大幅に増強し、中国に対する軍事的な対抗力というものを持とうとしています。そしてインド自身は中国との国境紛争などによって火種を抱えていますから、対中国ということに関しては同盟相手を求めている状況です。このように世界情勢というものは一つの出来事をきっかけにして大きな変動をもたらすものです。そしてこのような情勢の変化というものを好機と捉え活動するということが非常に重要です。菅政権は幸い安倍政権の良いところは継承し、必要なところは改善しようという政策をとっています。そういった意味において前政権が進めてきたクアッド構想を
菅政権において成就させるということが日本の未来にとっても重要なこととなるでしょう。そして世界中で中国に対する評価が厳しくなっている今だからこそ、中国がいかに人権を蹂躙しているような国家であるかということを声高に訴え、それによって中国に対する包囲網というものをより強化していくことこそが今必要な政策ではないでしょうか。皆さんはこのニュースを聞かれてどのようなことを考えたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を気に入った方はぜひとも SNS 等への拡散をお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。